突然ですが、長時間座っていると筋肉の代謝や血行が低下して健康に害を及ぼすことが分かってきてるんですよ。座っている人ほど肥満、糖尿病とか脳血管疾患、認知症などが増加して寿命が縮まる可能性があります。そんなこととは知らずに2年前たまたまスタンディングデスクを目にして購入しようって思って購入したのがフレキシスポット E7 です。3万8000円ぐらいで足を購入して IKEA のカールビーというキッチン用天板、これがね22,900円、この組み合わせでデスクを作りました。この2年間毎日使っていて3分の1ぐらいは立って仕事をしてるんじゃないかなと思います。そんな電動昇降デスクヘビーユーザーの僕にフレキシスポット様より今回 E7 Pro と C7 Air、オフィスチェアですね、こちらをご提供いただきましたのでレビューしていきたいと思います。X でも少しつぶやいたんですけど、箱がとにかく重い。1個20キロ以上は間違いなくあって、組み立ては椅子で30分ぐらい、デスク本体も30分から40分ぐらいかけて組み立てすることができました。2回目なんでさすがに慣れたもんだなっていう感じでですね、組み立て自体はそんなに苦じゃありませんでした。とにかく電動昇降デスクの組み立てで一番重要なポイントは組み上げた後にあるんですよね。立ち上げるときに一番大変っていうか、本当にこれ立ち上がるんかなって思うぐらい重くて、でそれが一番難点で、今回動画撮るために台の上で作っちゃったんで下ろすときに死ぬんじゃないかって正直思いました。それでは E7 と E7 Pro の主な違いを説明していきます。足幅調整範囲、これは足の幅、横幅ですね、これがどれぐらい広がるかっていうところですけど、最短で110センチ、最長で190センチ、これは E7 も E7 Pro も同じです。続いて昇降範囲ですけど、一番低くした時と一番高くした時の差です。 E7 は一番低くした時は58センチ、一番高くして123センチ、 E7 Pro は一番低くして60センチ、一番高くして125センチとなっています。続いて耐荷重ですけど、これは天板も含んだ、重さ、 E7 が125キロまで、 E7 Pro が100キロまでの耐荷重があります。対応天板は同じで、幅120センチから200センチ、奥行き60センチから80センチ、厚み2センチ以上となっています。そして E7 Pro はリモコンに USB ポートが1ポートあります。価格は E7 が 57,200 円、E7 Pro が 61,600 円と、E7 Pro の方が少し高くなっています。外観上の違いは足のついている位置にあります。 E7 Pro はご覧のように天板奥側に足がついている、この字になっているっていう感じの足がついています。これによってフレーム中央に通ってるんですけど、それの位置も若干違うっていう感じですね。そして E7 の方はちょうど中央に足が来るような形になっているので、耐荷重も高い原因はここにあるんじゃないかなと思います。見た目の差はこれぐらいって感じですね。そしてそこまで需要があるかどうかはわからないですが、リモコンに USB が1ポートついていて、タイプ A ですね、これがついています。そして足は M8 ネジの市販のこういうキャスターですね、これが使えるので純正のを買ってもいいんですけれども、ホームセンターで普通に販売されているキャスターでも十分使えます。床にもね、僕は傷が入らなかったです。そして今回天板どうしようかなって考えたんですけど、 IKEA のカールビーってもう値段が2倍ぐらいに上がってて、僕が買った当初は 22,900 円だったんですけど、今 49,900 円ぐらいするんで、ちょっと選びづらい価格になっています。で今回はフレキシスポットの純正天板の白160センチ横幅のものを、一緒にご提供いただきました。これがねプラス 19,800 円で付けることができて、これでいけたら多分これが一番いいんじゃないかなと思います。組み立て時にもうすでにフレームを取り付ける穴が下穴ですね、下穴が開けられているので、そのまんま電動ドライバーとかでビス止めしたらもうすぐ使えるっていう、状態でした。で厚みがね 2.5 センチあるんですけど、なので鬼目ナットとかちょっと悩みましたけれども、今回はもう鬼目ナットは使わずにそのまんまビスを打ち込みました。四隅なんかちょっとカーブしてて可愛いデザインですね。いやー重かったわー。もうとにかく重かったけど、なんとかデスクの組み立ても終わって、パソコンとかキーボードを置いてシャレオツに仕事でもすっかなじゃねえんだよ。なんだよこれ、
カラスの巣かよ。どっかにひな鳥いないかなじゃないんだよ。かわいいなじゃねえんだよ。こんなのどこにしまったらいいんですか。おい。現実はね、そんなに甘くなかった。見て、僕の机の上に乗ってるガジェットってこれ多いですかっていう話で、全然多くないよね。スピーカーと iPad とオーディオインターフェースと、外付け SSD、PC ぐらいしかないんですよ。モニターとね。そんだけしかないのに、こんなことになるんですよ。仕方ないとはいえ、純正のケーブル使ってたら、ケーブルがね、余り倒してこんなことになるんですよね。一旦これ写真とか撮りたいから、とりあえずここにまとめたんですけど、普通はこれ垂れ下がった状態かなと思って、すだれみたいな感じに思えたらいいんだけど、僕は足に当たるのがすごく嫌で、これをなんとかまとめないといけないっていう課題がね、絶対出てくるんです。なので、今回僕はこのフレキシスポット E7 Pro にぴったりな配線整理アイテムを選んでおきました。そしてもう設置までね、やっちゃって、こんだけのものであれば収まるってことが、分かったので、それをね今日説明していきたいと思います。かなり有益情報です。なんかね、配線整理してるとなんか引っ越しの時とすごく似てて、どこにこんだけ物入ってたのみたいなんてありません？あれと似たような感じで、なんでこんなにケーブルあんのみたいな、途方もない作業です。で、今回ですね、ケーブル収納に使ったアイテムを説明していくと、まず白色のですね、スリーブ、ケーブルスリーブを買いました。これね、僕のデスクだとちょうど3メートルぐらいあれば足りました。そしてケーブル収納ボックスですね。これが2160円で売っているこの字型の収納ボックスで、デスクとの連結はね、両面テープが貼ってあるんで、ピタッと貼り付けるだけ。今のところ1週間ぐらい使ってますが、外れたりとかはなかったです。僕のデスクは3箇所からケーブルが垂れるような感じになっているので、それぞれを引き込んで収納する感じになります。デスク向かって右側のスピーカーとかのケーブルはフレキシスポットの真ん中に純正でケーブルトレイがついてるんですが、その中を通して向かって左側のボックスに収納。真ん中にあるモニターのケーブル、 HDMI ケーブルとかはボックスの向かって右端から引き込みます。で、一番左のスピーカーと iPad の充電用ケーブルは向かって左側から引き込みます。そして背面に Mac はベサマウントのアダプターを天板に打ち込んで Mac をマウントで、出てきたケーブルをそのまんまケーブルトレイの方に収納しています。電源はパワーストリップっていう三和サプライさんの10口のコンセントアダプターを使っています。そしてそこからですね、さらにスイングプラグという4つ股のエレコムさんの商品を使っていくつかのアダプターに連結しています。 iPad とベンキューのスクリーンバーハローの電源はレボ 140W のパワーデリバリーの USB パワーデリバリーのアダプターを使って電気を取っているって感じですね。これでデスク上のアイテムは全て電源供給ができるようになったっていう感じですね。これだけのものは一応ボックスの中にちゃんと入りますんで、これぐらいの機材なのであれば、僕のこのセットを使えば綺麗に収納することができて、前から後ろから見てもね、めちゃくちゃ綺麗に収納ができるようになります。このアイテム使えば5000円ぐらいでほぼ完璧にデスクの中のケーブルを収納することができるんで、コスパ最強じゃないかなと思っています。ということで、スタンディングデスクを使う理由っていうのはやはり体の健康のためっていうことになりますが、座ってる時も重要なんですよね。僕は座ってる時、椅子なんか立ってるから価値半分だしいらんだろうとか思ってたんですが、今回フレキシスポットの C7 Air というオフィスチェアもご提供いただきまして、これを座ってですね、思ったことが一つあります。1万8000円ぐらいがオフィスチェアの一番安い価格じゃないかなと思うんですが、プラス2万円するだけでここまでの高機能チェアが座れるんであれば、絶対こっちの方がいいんじゃないかなと思いました。で、僕も今回お話をいただいてからフレキシスポットさんのこのチェアのページを見に行ったんですけど、
こんだけオフィスチェア販売されてるって知ってました？僕だけだからな、知らないの。知らなくて、こんなにあんのって言ってちょっと驚いたんですけれども、奇抜なものから、ちゃんとしたオフィスチェアまで品揃えは多いんじゃないかなと思います。で、今回ご提供いただいたのが C7 Air というチェアになります。これ C7 と C7 Air っていうのがあって、座面のね、素材の違いになります。主な機能を含めてみると、高級オフィスチェアと機能自体はそんなに変わらないような感じです。で、この C7 と C7 Air の違いは C7 がウレタンフォームの座面、C7 Air がメッシュ素材になっています。耐荷重が130キロ。大半の人がちゃんと座れるデスクチェアになっています。座面右側背面部分にランバーサポートのレバー、そして左側下側にリクライニングのレバーがついていて、レバーで操作するタイプになっています。個体差があるかもしれませんが、僕には結構このレバー硬かったです。椅子の最低地上高が結構高めで、僕身長が172センチなんですが、結構足つきはギリギリかなっていう感じでした。メッシュ素材のこの硬さはわりかし硬めの張り具合になっていて、沈み込むっていう感覚はないんですけど、張りは結構強いなっていうふうに思いました。そしてこのランバーサポートですね。ランバーサポートは前後に動くタイプになっています。アームレストは回転方向、前後、左右、上下 4D で稼働します。先ほど説明したランバーサポートはこの部分のレバーを下げて前後、倒した状態でロックをするとそこで止まります。リクライニングはマックス128度まで倒せます。これはね、かなり倒れるなっていう印象でした。ヘッドレストも前後、上下 2D で動かすことができます。座ってみた、感想です。だいたい2週間ちょっとぐらい座りましたが、細部、例えばこの折り返し部分ですね。この折り返し部分が R を描いていて持ちやすくなっているので、立ったり座ったりする時の椅子の移動が非常にしやすかったなと思いました。で、このメッシュの張り具合もかなりピーンと張ってあるんですけど、この張ってある割にはメッシュがこう攻撃的な感じの鋭さを持ってるとかもないので、座っていて、座り心地っていうのは悪くない。張りはね、結構張ってあるんで、硬くてしんどいんじゃないのかなって思うんですけど、意外とそうでもなかったです。価格も4万円以下ということで、素材感っていうんですか、アルミとかをほぼ使っていないので、高級感っていうところではやっぱり劣るっていうのと、あと座面含めて結構作りが大きいので、体の小さい女性なんかは快適に座れないんじゃないのかなってちょっと思いました。フレキシスポットの E7 Pro は一番低くすると椅子の方がちょっと高いみたいな、そういう感じになってたところが残念ポイントです。ということで、デスクとチェアのまとめを話していきたいと思います。皆さん、電動昇降デスクって高いなとか思いません？ IKEA で一番安くデスク作ろうと思うと、それこそ5、6千円ぐらいで作れちゃうんですけど、それに比べると10倍近くお値段がするので、これを買う意味がわからないって感じる方もいるかもしれませんが、やっぱり立って仕事をする。で、またたまには座る。これを繰り返すことによって、長い目で見た時にこの投資っていうのは決してマイナスになるとは思わないです。そして電動昇降デスクだからっていうわけではないですけれども、配線をきれいにすることによって仕事をするときに邪魔なものを一切なくすっていうところでは非常に有益だなと感じました。これは過去 E7 を2年間使っていた時からもそうですけれども、整理するときはかなり大変なんですが、一度整理してしまえばかなり快適にデスクを使えるということで、本日の家活はここまでとなります。次回の家活もお楽しみに。ではまた。